はい、こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日はこちら、映ってるかな、東京にあります丸の内ホテルさんをご紹介したいと思います。はい、今日は目の前に大きなガラスがあるので、しかも南向きなので圧倒的な巡光でお送りしたいと思います。はい、では早速お部屋までの様子とお部屋の中の様子撮ってありますのでご覧ください。
はい。では、お部屋をご紹介したいと思います。お部屋に入ると、まず正面が鏡なので、私めっちゃ映っちゃいますが、許してください。はい。で、今日のお部屋の場所ですが、エレベーターを降りまして、ずっと進んできて、ここのコーナーのお部屋になります。はい。では、早速行ってみたいと思います。ちょっと私がアップになってもしょうがないんで、この2を映しつつ、こちらを映して、はい、こんな感じです。で、こちらがクローゼットになってます。こんな感じで。ここに丸の内ホテルの文字入ってますが、ハンガーもたくさん。で、プレスするやつあり、金庫あり、靴べらとか、スリッパありますね。はい、一通りあります。で、私の荷物あり、ちょっとここで靴脱ぎます。失礼します。で、こちら空気清浄機あり、こちらミニバーになってます。ネスプレッソのコーヒー、ネスプレッソのマシーン、ケトル、お水2本あります。コーヒーはこんな感じで、割とゴールドより、はい、ですね。なんか色が固まってますよね。はい。で、続いて、ミニバー下になっております。よいしょ。で、ここにグラスありますね。一通りこんな感じで。よいしょ。音鳴らないようにそっと。はい。こんな感じで、エスプレッソ用のちっちゃいのもあります。なんかこれ、スプーンが袋に入ってるのは清潔感あっていい感じですね。はい。で、一番下に紅茶とかあります。こちら、有機コーヒー、オーガニックコーヒーあります。紅茶はリプトンです。あとは伊藤園の緑茶とほうじ茶あります。はい、こんな感じ。アイスペーがあり、冷蔵庫右にあります。冷蔵庫は空。はい、こんな感じです。一通りありますね。よいしょ。いいよ。で、こちらが、水回りになります。お手洗いとお風呂が同じタイプ。これはね、設計の時代背景もあるかなと思いますので、こういう時代かなと思います。はい、こんな感じですね。はい、でもなんか、このシャワーヘッドとかは後から交換してそうですけどね。はい、こんな感じで、洗面台は一気のタイプ。アメニティはタンかな？タンです。はい、こちら、どこかであった気がするんですけどね、どこかちょっと覚えてないですが、マリオット系でも、通常の東京マリオットとかこんな感じでしたっけ？ちょっと定かじゃないです。で、アメニティはここに一式入っております。で、ちょっとドライヤーここにあるので、これのホテルもちょっとドライヤー出してみましょうか。これ支えれるか。ポリッと。で、ちょっとドライヤー開けてみます。ドライヤーは、どこのかな？はい。出ました。はい。ドライヤーは、こちらです。パナソニックのものになります。一応ナノイーなので悪いやつではないかなと思いますが、ちょっと古いかもですね。はい、こんな感じ。ちょっとこれはもうこのままで後で写真撮ります。はい。で、よいしょ。ベッドルームはこんな形。コーナーツインのお部屋です。ちょっとね、眺望は、この部屋の一押しで、私はこのホテルになんならこの眺望を見るために来たと言っても残念ながら過言じゃない。残念じゃないですね。過言じゃないです。過言だって言いたいんですけど、過言じゃないです。なので、最後にします。で、テレビありまして、ビジネスデスクあります。ビジネスデスクからの情報が素晴らしいので、ちょっとね、ここに見えちゃってる。はい。で、ツインベッド、こんな感じで、こちらにソファーもあります。で、コンセントとかはセンターです。センターに通常のコンセントと USB2 つあります。あとはカーテンとかのここにあります。ベッドも可愛くて、お部屋としてはね、落ち着いてて、清潔感もあって、なんかこう、割と経ってから時間が経ってるホテルだと思うんですけど、そんなにね、感じないですね。いい感じ。では、帳簿行きましょうか。で、今日はコーナーのお部屋なので、これ2面あるわけですね。でまずこっちから行きます。ビジネスデスクからは、こんな感じで、東京駅が完全に見える丸の内側ですねの東京駅が見えます。こちらはね、夜景を後で写真撮ってみたいと思います。そして今日はあいにくのお天気なんですが、
ここに私は2泊する予定なので、2泊目は晴れる予定なので、晴れたタイミングでまたね、夜景しっかり狙いたいなと思います。で、こちらのベッドから見える景色は、これはこれでいいんですよね。東京駅の、さっきのより東側になりますが、東京駅ですね。で、今ね、八重洲側も開発真っ只中ということで、こちら正面がシャングリラさんで、これか、この今正面の雲にちょっと上がかかってるのがブルガリホテルさんかな。で、その今センターにある2個建物があるうちの右側のね、下の方の階層がフォーシーズンズの丸の内さんということで、ホテルもたくさん見えますね。で、ここちょっと覗き込むと、ここがメトロポリタンだと思いますが、ここもね、ちょっと景色良さそうなので、またいつか行ってみたいと思います。はい、ということで、お部屋はこんな感じのコーナールーム。で、お風呂が狭めなので、多分40平米ぐらいのお部屋だと思うんですけど、このリビングスペースというかベッドスペースが結構広さを感じるので、この部屋おすすめですね。はい。ということで、この後、朝食行くかな、ちょっと朝食わかんないんですけど、どこかね、レストランとかは行ってみたいなと思うので、写真が撮れれば撮ってご紹介したいと思いますし、夜景は必ず撮って喋るパートでご紹介したいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。失礼します。はい、よろしくお願いします。今日はこちら東京にあります丸の内ホテルさんをご紹介したいと思います。ルームキーはこんな感じで、こんな感じ。後ろは鍵の使い方が書いてあります。前は紺色に黄色のロゴっていう感じですかね。はい。で、ホテルの立地ですが、日本にあります東京の東京駅の目の前と言っていいでしょうね。目の前にあります。丸の内側の北口ですね。北口の出てすぐっていう場所にありますので、立地はね、この上ないかなと思います。で、地下鉄ですと、大手町駅から地下で直結になってますので、地下鉄でね、来られる方は全く濡れることなく入ってくることできます。はい。ということで、立地はね、素晴らしいですね。で、この建物の中に飲食店もホテル以外にたくさんありますし、スターバックスあります、大きな本屋さん丸善もあるので、もう本当に立地は素晴らしいです。で、東京駅にね、買い物に行くのとか、丸の内エリアで買い物をしたり、おしゃれなカフェに行ったりするっていうこともできるので、いいですね。で、私もちょっと夕食を食べた後に、夜食でも買いに行くかと思って、東京駅の八重洲側かな、この、クラブハリエさんのバームクーヘン好きなので、バームクーヘン買いに行ってきましたが、こういうことしちゃいますね。はい。なので、ブラブラ歩いてしまいます。で、歩くのにね、抵抗がないっていう方は、銀座とかでも、どうですかね、20分ぐらい歩ければ行くんじゃないですかね。20分ぐらい歩くと、丸の内通って、有楽町ですかね、あたりを通っていくこともできますので、本当にいいですよね。で、今日宿泊してて感じるのは、本当に海外の方が多くて、日本の方が2割ぐらいじゃないですかね。なので、観光拠点にも抜群かなと思いますので、インバウンド需要にも対応できるホテルかなと思います。はい。ということで、立地は、もうパーフェクトじゃないですかね。はい、と思います。で、いろいろ話そうと思うんですが、まず、ホスピタリティですが、良いですね。はい。ホテル全体の評価というか、私の印象はとてもいいホテルで、素晴らしいホテルだったなと思いますし、このホスピタリティの部分も素晴らしかったです。はい。なんでしょう。チェックインの時だけじゃなくて、ちょっと外に行く時とか、レセプションの方は、必ずね、挨拶をいただけますし、いろいろお気遣いいただけるホテルだなっていう感じがしました。だから5つ星かっていうと、5つ星ではないような気がするんですけど、高級ホテルかと言われれば高級ホテルのホスピタリティだったなと思います。で、じゃあなんで5つ星じゃなかったかっていうと、5つ星のホテルと比較してっていう感じになりますが、例えば、レセプションからね、お部屋に荷物を運ぶのとかは自分で運ぶところとか、この辺は丸の内っていう立地で、
ビジネスライクなところもあるかなと思いますので、ビジネスマンもたくさん利用されるホテルかなと思いますので、それがいい悪いではなくて、5つ星ホテルのホスピタリティと比べるとそういうところが、同じではないかなっていうところで5つ星ホテルではないかなとは思うんですけど、なんかそう思ってきて何も気にならないですし価格とかもねそれ差があるので、そういうこともいろいろ含めてもうしっかりしたホスピタリティだなと思うホテルでありますし、素晴らしかったなと。なんか評価が落ちるとかねそういうことではないかなと思いますので、コンセプトの差とかもあると思いますし、思ってきた以上にね素晴らしさは体験できたなって気がするので、そんな感じでした。で、お部屋行きます。で、お部屋はもう今日は、このコーナーのお部屋を狙って予約をしました。で、こちらのホテルに私が来たいと思ったのは、実はコロナの最中もずっと思ってたんですけど、ちょっとね、後回しになってしまってたんですけど、その来たいと思ってた理由が、もう東京駅を眼下に見れるっていうのが、最大の私の魅力な点だったので、このホテルに泊まるならこの眺望のお部屋以外はありえないなと私は思っていたので、一回泊まるならっていうことですけど、もうこちらのお部屋を予約しました。でこちらのコーナーのタイプのお部屋が、今日多分コーナーツインっていうお部屋だと思うんですけど、コーナーツインのお部屋と多分スイートしかないので、角の各フロアに1部屋っていうお部屋なので割と少ないのと、価格もね波があるかなと思うんですけど、ボトムの部屋と比べるとそれなりにするので、そこがね、皆さん検討されるときどうしようかって悩む点だと思うんですが、結論から言うと少し無理ができるならもう絶対この辺に泊まった方が後悔ないです。もう本当に眺望はね素晴らしいです。都内でもピカイチの眺望じゃないかなと思います。東京駅を眼下に見れるホテルは私が知る限りだとこちらの丸の内ホテルさんと、八重洲側にあるシャングリラさんとメトロポリタンさんですかの3つが東京駅を見る眺望ではもう圧倒的な3つだと思うんですけど、シャングリラさん側から見ると東京駅のメインの建物からすると背中側から見る形になるので、正面側がねあまり見えないっていうのがここと比べると弱点で、メトロポリタンさんは眺望はね本当に眼下で見れて、似てると思うんですけど、お部屋の平米数が、丸の内ホテルさんの方が広いお部屋があるので、2人で来るとか記念日とか、に夜景を使うとなると丸の内ホテルさんの方が良いかなと思うので、眺望だけで見ると東京駅眺望ではここがトップじゃないかなと私はね今日宿泊した感じは思いますので、電車を見るのが好きな方、東京駅を見るのが好きな方、東京駅の夜景が気になる方はもうこのお部屋一押しです。ということで素晴らしいお部屋でした。でも古さはね正直あまり感じなかったですね。水回りとかは、デザインの古さとかはありますが、これはね分かってきてるので、何も気にならなかったです。それにあり余る素晴らしい眺望でしたね。でインテリアとかは時代がね経っても時間かなが経っても経年劣化を感じにくい色味とか、素材だなっていう感じがしましたので、落ち着きがあってね良かったなと思います。ということでお部屋大満足でしたね。で今度食事行こうと思うんですが、食事は軽くティータイムに紅茶をいただきに行ったレストランが夕食でも私が利用したレストランなんですが、お茶とかね簡単なカフェ利用みたいなことも昼間はできますし、夜はフレンチのレストランになるのでオードブルからコース料理までいただけるっていうお店なんですが、私はちょっとお腹がねいっぱいだったのでアラカルトで単品で頼みましたが、私今アラカルトってさっき言ったつもりだったんですけど、アラカルトって今初めて言った気がするんで間違えたかなかもしれないですけど、でこちらのレストランは夏はビアガーデンみたいな形でテラス席を使うことができますし、私が今10月かなに来てるんですけど、10月中もテラス席は使うことができるので、テラス席がねおすすめです。でテラス席からの雰囲気ちょっと動画で撮れたので誰もいなかったのでちょっとこちらご紹介しようと思いますが、外でねオープンエアで東京駅を見ながら食べれる夕食ということで、これは素晴らしいですね。昼間のティータイムでもそんな感じでね温度が
適温の時は楽しむと優雅かなと思います。このテラス席のレストランも良かったですね。はい、そんな感じですね。はい。で、ちょっと話がね、2点3点飛んで申し訳ないんですが、お部屋からのね、夜景も素晴らしかったので、写真何枚か撮ったので、こちらでご紹介します。はい。で、こちらは一応一眼で撮った写真を掲載してますが、携帯でもね、バッチリ撮れます。で、一応、iPhone で撮った写真も最後に下に iPhone って出して iPhone で撮った写真も載せようと思いますが、はい。いいですかね。で、iPhone を使用されている方は、夜のね、長秒の設定をして1秒か2秒で設定すると、夜景でもね、バッチリ撮れますし、最近は手持ちでも、勝手にね、こう、ちょっとずれは制御してくれて、綺麗に写真を仕上げてくれる機能が入っているので、はい、iPhone でも夜景ためらわずに撮りましょう。で、お部屋で夜景を撮るときは、中の、光がね、反射してしまうので、全部電気を切ると。で、カーテン映っちゃわないように、カーテンを反射しちゃうカーテンの方がね、しっかり閉めるという感じで、ぜひ皆さんも撮ってみてください。本当にね、眺望が素晴らしいホテルで、夜景も素晴らしいので、ぜひね、写真を収めてほしいなと思います。はい。そんな感じですかね。はい。で、朝食は、今回は和食をレストランでいただきました。はい。で、これはね、量としては、豪華ですよね。豪華の中で一番、こう、ベストな量かなと思います。豪華すぎるケースも結構あると思うので、はい。いい量で、8分目は超えてますね。腹9分目ぐらいのお食事だったなと思いますが、はい。腹9分目ってお前のさじ加減だろうっていう感じですけど、人それぞれ違うと思いますが、ちなみに私は皆様が思っているより多分小食です。はい。の中で9割ぐらいなので、女性だとお腹いっぱいになるかな。男性でしっかり食べられる方だと、もしかしたらもうちょっと食べれたかなっていう方もいらっしゃると思うんですが、足りなかったっていう感じよりもね、もう少し行こうと思えばいけるぐらいな感じだと思いますので、はい。量も適量で美味しい和朝食でございました。はい。そんな感じですかね。はい。これくらいかな。お部屋の眺望がとにかく素晴らしいホテルだよっていうことと、お部屋はね、ぜひコーナーのお部屋を宿泊する際は泊まってほしいなっていうのが1点。で、テラス席のあるね、レストランもあるので、そこも眺望が素晴らしいよっていう感じですね。で、もしも、お部屋をこのコーナーのお部屋にされなかった方は、そちらのレストランからの眺望がね、このお部屋とほぼ一緒の眺望なので、レストランに行って、テラス席に座る。で、眺望を見ても同じ景色が楽しめるので、それはそれでいいかもしれないですね。で、写真だけ撮らせてもらうっていうこともできますので、これはそんな楽しみ方も良いかなっていう感じと、朝食を話して、ホスピタリティもバッチリいいホテルだったなと思います。はい。で、ホテルの立地、素晴らしいです。はい。ということで、こんな感じで。はい。もうちょっとね、早く来ておけばよかったなと正直思います。ちょっとためらいすぎましたね。いろいろ東京にもね、素敵なホテルがあるので、電車で来た時に行けばよかったなと思ってたんですけど、はい。そう、それと、駐車場がこちらのホテルはあります。で、駐車場が1泊1500円だったと思うので、東京駅の目の前で多分1日1500円で止めれる駐車場はないとほぼ思いますので、駐車場の料金も、止めやすくて良かったなと思いますので、そんな感じで車でね、東京に来られる方とかにもおすすめのホテルかなと思いました。はい。ということで、今日はこんな感じで終わろうと思います。東京駅の目の前にあります、丸の内ホテルさんをご紹介しました。皆様もぜひまた来てみてください。では、今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございます。失礼します。